感電の反復を使いまして絶望将来打っていきたいと思います。これで2回連続絶望将来です。かなり相手を削ることができましたね。はいどうも、ヤッシーです。本日使っていくカードはこちら。神川で登場したカード、絶望将来です。もはやスタンダードではおなじみのような1枚なんですけれども、一応能力をざっくり説明させていただくと、対戦相手1人を対象に、クリーチャーを布告除去させ、生贄の対象がなかった場合には、対戦相手に2点のライフルーズ、そして自分は1枚ドロー。で、この効果をエンチャントとプレインズウォーカーについても繰り返すという能力を持っています。一言で言うと、クリーチャー、エンチャント、プレインズウォーカーの3種類のカードを、最大3枚布告除去できるというようなカードなんですけれども、除去できるカードの種類が広いっていうのも優秀ですし、除去対象がいない場合に、最大6点のダメージと3枚ドローみたいな感じで、使うこともできるので、割といつ引いていつ使っても強いっていうような、万能に使える黒系デッキの必殺技みたいな感じの呪文になっています。スタンダードでよく見かけるこのカードですが、実は前回投稿したジニー・フェイを使ったトークン展開デッキの紹介動画の最後の試合で、このカードを使ったものすごいコンボデッキと当たったんですよね。だったら自分も似たようなデッキを組むしかない。ということで、今回はこの絶望将来をこれらのカードと組み合わせてデッキを作ってみました。まず1枚目が団結のドミナリアで追加されたインスタント、総合化です。このカードは唱えたターン中に次に唱えたインスタントやソーサリーをコピーするというコピー能力と、自分のクリーチャー1体に2段攻撃を付与するというコンバットトリック能力のどちらかのモードを選んで使うことができるインスタント呪文です。今日のデッキでは主に絶望将来をコピーするための呪文として使っていく1枚になります。そして2枚目がイニストラード真夜中の狩りで追加されたカード、感電の反復です。このカードは総合化と同じくインスタントやソーサリーのコピー能力を持つインスタントで、2段攻撃付与のモードがない代わりにフラッシュバックを持っているので、2回使うことができるような呪文になっています。今日のデッキにおいては総合化の上位互換的なカードとして使うことになります。そして3枚目がニューカペナで追加されたカード、秘技の砲撃です。このカードはエンチャント呪文で、各ターン1つ目のインスタントやソーサリーを唱えるたび、墓地にあるインスタントやソーサリー呪文1つをランダムに選んで追放し、その後、秘技の砲撃によって追放されたカードを1枚ずつコピーしてコストを踏み倒して唱えても良いという能力を持っています。インスタントやソーサリーを唱えるたびに墓地のカードを使い回すことができるので、スペル主体のデッキの切り札としてよく使われる1枚となっています。ということで、今回はクリーチャー以外の呪文を大量に採用したデッキを組んでみました。デッキ全体の紹介をする前にもう一つ、相手のクリーチャーに対処するための全体除去に関しても少しだけ工夫した点があるので紹介させてください。ということで、今回採用した全体除去呪文がこちらになります。まず1枚目が団結のドミナリアで追加されたそこへの引き込みです。このカードはハント能力を持ち、自分がコントロールしている基本土地タイプの種類数に1を足した数分だけクリーチャー全体をマイナス修正するという能力を持っています。今回は感電の反復と絶望将来を組み合わせて使うので3色デッキになるので、基本的にはマイナス4修正の除去として使うことを期待して使っていくっていう感じになるんですが、あと1色だけでも追加すればシェオルドレッドを除去することもできるんですね。なので今回のデッキには好きなカラーの基本土地になれるスランの門を採用し、最大でマイナス6修正の呪文としても使えるように工夫してみました。全体マイナス修正の効果だけ考えれば、禁止された食肉鍵虐殺事件よりもマナ効率がいいので、今後はスタンダードでよく見かける全体除去呪文になりそうな1枚でもあります。そして2枚目が悪意ある機能不全です。このカードの効果はシンプルで、クリーチャー全体にマイナス2修正を与え、さらに追加でこのターンにクリーチャーが死亡する際に追放するという効果を持っています。
追放能力は、しつこい負け犬やフェニックスのヒナなど、墓地から復活するタイプのアグロ系のクリーチャーに対して特に有効で、食肉火器虐殺事件よりも、1マナ軽く全体マイナス2修正ができるので、以前よりは今後見かける機会が増えそうだなっていう1枚になってます。そして3枚目が、家の焼き払いです。このカードは、クリーチャーとプレインズウォーカー全体に5点ダメージを与えるか、速攻を付与したデビルトークン3体を場に生成するというどちらかのモードを選択して発動できるソーサリー呪文になっています。今回のデッキで採用した理由としては、プレインズウォーカーにも使える全体除去呪文として優秀だということが一つと、秘技の砲撃で追放できた場合に、相手の盤面にクリーチャーがいなかったとしても、デビルトークンを並べるだけで有利を取れるということで、腐りにくいなということで採用した1枚になってます。ということで、今回使っていくデッキはこちらになります。まず、キーカードとなる、絶望将来とそれをコピーするカードは、合計12枚採用してみました。そして次に、割と序盤は相手にボコボコに殴られるので、2マナで合計4点回復できる、梅沢敏郎の生涯を3枚採用しました。このカード、結構このデッキと相性が良くて、第1章と第2章で2点回復する効果の他にも、相手のクリーチャー1体をマイナス1修正する効果を選ぶこともでき、小型クリーチャーの除去として使うこともできます。しかも、3章になれば、マナクリーチャーになるので、ブロッカーとしても、黒1マナのマナクリとしても運用できるので、今回のデッキでは結構使い勝手がいい1枚になってます。そして、単体火力呪文として、ドミナリアで追加された、稲妻の一撃を3枚採用しました。2マナ3点火力なので、ダメージ効率がシンプルにいいというのもありますし、対戦相手を対象に取ることもできるので、終盤で引いたり、秘技の砲撃でコピーしたりしても、腐りにくくて、で、しかも、プレインズウォーカーの除去に使うこともできるので、結構小回りが効く1枚になってます。ドローサポートとしては、大勝ちと鏡割りの偶話を4枚ずつ採用しています。特に大勝ちに関しては、感電の反復などでコピーすれば、4枚ドローして4つの宝物を生成する呪文にもなるので、絶望将来をコピーして使うためのマナ供給も担えるという優秀な1枚になっています。で、全体除去としては、先ほど紹介した3種類のカードを合計8枚採用しました。また、今回は全体的にマナコストが重めのデッキになるので、土地カードは多めに26枚採用しており、そこへの引き込みを強く使うために、スランの門も3枚採用しています。ということで、早速このデッキの対戦動画に行きたいと思うのですが、ここで一度宣伝させてください。このチャンネルではチャンネル登録者1000人を目指してます。ここまでの時点で参考になったよとか、面白かったよという方は、めちゃくちゃ励みになるので、ぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。ということで、実際の対戦を見てみましょう。どうぞ。はい。というわけで、こちらが後攻でこの手札。全体除去引けてるんでキープで動いてみたいと思います。お相手はジアトラ。なるほど。ジャンドカラーですね。こちらはザンダーの拠出を出しましてターン終了です。お相手はさらに森を出してキリンの教え。これ多分リアニメイトだと思ったら力戦の束縛も落ちましたね。これはハントデッキか。そうしましたら、そうだな。山を出してターン終了です。別にナンパ戦の湿地でも憑依されたミニでもどっちでもよかったんですけど、一応ね、2マナ構えてるよっていう見せ方をしたかっただけです。さあ、お相手ですが、とりあえず殴ってきてターン終了。そしたらこちらは憑依されたミネを出して、鏡割りの偶話使っていきたいと思います。そしてお相手はキリンの教えが裏目になりました。そして、さらに土地が出てきて、殴ってくるのかな。ブロックするかしないかの迷うな。そしたらこれはそうですね。沼を捨てて、機能不全、いらないな。この2枚捨てていきます。はい。秘技の攻撃来ましたね。これはいいですね。そしたらとりあえずゴブリンシャーマンで殴ります。これで絶望将来が使える状態になりました。はい。そしたら絶望将来を打っていきたいと思います。よし。
さて。お、今引けたカードめちゃくちゃいいですね。家の焼き払いと感電の反復。まあちょっと土地がね、ないのが気になりますが、まあどうにかなるんじゃないでしょうか。お、ザンダーの居室。そうっすね。ザンダーの居室を出しまして、都市郎の生涯使うよりは、次のターンに大勝ちを使っていく方が美味しいので、動かずにターン終了しましょう。お相手はウェザーシード名薬。なるほど。はい。そしたら、こちらは、大勝ちを使っていきます。で、家の焼き払いを捨てて、よし。これでターンをもらいます。よし。そしたら、スランの門で、まあ、緑とかでいいでしょう。で、利き時期で1回殴りますか。利き時期で1回殴ります。で、お相手インスタント呪文がなさそうなので、感電の反復を使いまして、絶望将来打っていきたいと思います。はい。これで2回連続絶望将来です。よし。まあ、かなり相手を削ることができましたね。で、こちらは、そこへの引き込みか。そしたら、まあ、大勝ちはもういらないよな。で、3枚捨てなきゃいけないので、火の砲撃も1枚あれば十分。で、鏡割りのグーワーはもういらないかな。ということで、この3つ捨てていきます。はい。これで対戦相手が何か出してきたら、まあ、そこへの引き込み、マイナス6、マイナス6で、次打てるんで、まあ、でかいのが出てきても安心ですし、まあ、そんなにでかくないのだったら家の焼き払いとか、秘技の砲撃とか使っていきたいですね。っていうかまあなんなら、別に感電の反復稲妻の一撃でリーサルも狙えますね。お相手は床屋会じゃないや、土建組一家の監督署で、さらに土地を出します。そして、これはターン終了ですかね。お、あれですね。産業のタイタンが捨てられましたね。そしたら、スランの門出しとくか。で、白マナにして、で、利き時期で殴りますか。1回。まあ、何か使ってくれたら、ちょっと動き方変えれますんでね。で、利き時期で殴ります。ほい。お、大丈夫そう。そしたら、じゃあ、感電の反復を使って、稲妻の一撃。これを対戦相手に打っていきます。ということで、相手は投了。対戦ありがとうございました。はい。ということで、こちらが先行でこの手札。土地2枚なのがちょっと不安ですけど、悩むな。マリガンしますか。マリガンしました。まあ、マリガンして正解だったような気がしますね。キープで動いて、家の焼き払いをデッキの下に戻します。ということで、こちらはまず沼をプレイしてターン終了です。お相手は平地。そしてオリバクの随員が出てきました。こちらはザンダーの居室を出していきます。あれだな、お城の生涯出して、オリバクの随員を、マイナ1修正してもいいと思ったけど、これ完全にちょっとプレミかもしれん。ナンパ戦の湿地を出した状態で梅沢敏郎の生涯ですね。これでいきましょう。マイナ1修正です。ということで、お相手は戦術1をしまして、1枚一番下に置きましたね。ってことは、デッキトップがあんま良くなかった可能性がありますね。さあ、お相手はさらに平地を出し、救出専門家。なるほどね。そうしましたら、そうですね、2点ライフを得て、沼を出し、悪意ある機能不全使っていきます。はい。これでお相手のターンですね。まあ、次のターンまだあれか。絶望将来打てないか。ここは動かずでいいかな。ターン終了です。で、大勝ちで総合化を捨てて、まあ、2枚ドローって感じで動くのがいいかもしれないですね。いや、違うな。大勝ちで敏郎の生涯捨てて2枚ドローすると、
宝物トークンが2個出てきて、で、総合化と絶望将来で2回打てるか。これが正解ですね。ということで、お相手出してきたのはエルズテス。で、マイナス3で、何が出てくるんだろう。長所食い。なんかやばそうだな。とりあえず大勝ちを使いまして、敏郎の生涯を捨てていきます。はい。これで、こちらのターンですね。で、嵐削りの海岸じゃなくて、ナンパ船の湿地を出しまして、で、敏郎は殴っても大丈夫ですね。じゃあ、敏郎は殴ります。はい。これで、総合化で、呪文コピーを選びます。そして、絶望将来。これをお相手に打っていきます。そしてコピーされてもう一回絶望将来打っていきます。さあ、お相手に12点ダメージですね。はい。で、こちらは1枚捨てる必要があるので、ザンダーの拠出かな。これでいきましょう。で、次のターンに絶望将来すればいい気がしますね。そうですね。それでいきましょう。お相手ジアーダも出てきました。なるほどね。そしたらあれかな。関連の反復を使いたいから、関連の反復使って、敏郎で黒マナを出して、で、絶望将来ですね。よし。ということで関連の反復使いまして、絶望将来2連続です。はい。はい。これで対戦相手リーサルですね。うわぁ、これ気持ちよく決まったな。ということで、はい。ウェザーライトで戦術をするけど、で、長所食いも発動するけど、これでこちらの勝利ですね。対戦ありがとうございました。はい。ということで、こちらが後攻でこの手札です。まあ、そうっすね。結構いいんじゃないでしょうか。キープで動きたいと思います。お相手は、あれですね。青黒。まあ、まだ土地だけだとわかんないな。でもまあ、これは多分お相手2色デッキっぽいな。何デッキだろう。衝動。あれかな。傲慢な陣だっけ。傲慢な陣だっけ。まあ、とりあえず陣が入ってるタイプのデッキかな。でもまあでもアーテイとか入れるために黒タッチはあるか。どうなんだろうね。まだわかんないっすね。セレスタス。うわー、これコントロールデッキだな。まあ、とりあえず鏡割りの偶話を使っていきます。はい。お相手なかなか動かないですね。でもなんか、消えゆく希望か。これ、なんで今、ソーサリータイミングで使ったんだろうな。インスタントタイミングで使うべきじゃないか。まあいいか。で、2枚のカードを捨てても良いと。悪意ある機能不全と、これ悩むな。鏡割りの偶は捨てたくねえな。大勝ちも捨てたくないな。これ、まあ狙っちゃう？あんまりクリーチャーいっぱい出てこなさそうだから、狙っちゃおうか。ということで2枚捨てていきます。肘の攻撃。そしたらここは動かずに、対戦相手にターンを渡していきます。これで次大勝ちで、あれですね。一気にやっていきますね。でもセレスタス、そうか。昼か夜になると1枚引けるから。まあ相手今起動しなかったからいけど、相手ヒの攻撃同じパターンのデッキ。そしたら、こちらも、大勝ちで、スランの門捨てますか。で、2枚引きます。はい。これで、ターンをもらいます。で、こちらも嵐削りの海岸を出しまして、秘技の攻撃を使っていきます。さあ、お互いに秘技の攻撃を構え合っている。
結構やばい状態ですね、これ。お相手絶望将来。絶望将来か。秘技の砲撃、やられちゃうな。まあ、こっちも絶望将来次撃てるんでいいんですけど、先に絶望将来撃つべきだったか、よく考えたら。いや、そうだな。冷静に考えた相手の秘技の砲撃割るために先に絶望将来使うべきだったわ。うわぁ、完全にプレミだったな、さっきの。なんで秘技の砲撃から張っちゃったんだろう。まあいいや。とりあえず、絶望将来をこちらも撃っていきます。まあ、なんか完全にミラーマッチみたいな感じになってますね。ということで、このままターンを渡します。さて、お相手くすぶる卵。なるほどね。これ次、敏郎の生涯と稲妻でどうにかできそうですね。絶望将来か。お互いに絶望将来を打ち合う感じか、これ。はい。ということで、こちら。梅沢敏郎の生涯使いまして、で、マイナ1修正。で、くすぶる卵に、稲妻の一撃。で、次のターン、大勝ちでスランの門捨てて引いていけばいいですね。ということで、動かずにターンを終了します。お相手はさらに、で、秘技の攻撃か。絶望将来打ちてえな。まあ、大勝ち使っていきたいと思います。そして、スランの門を捨てます。関連の反復か。まあ、悪くはないから。引けなかったな。2点ライフを得て、で、鏡割りの具は使っていきたいと思います。で、そうだな。ちょっとやばすぎるんで、鏡割りの具はもう1枚使っていきます。はい。これで、スランの門は、あれですね、ルーティング用に取っておきたいんで、使わずにターン終了です。で、お相手、炎恵みの稲妻。さあ、ここで絶望将来使われると終わる。終わったー終わったーまあ、これですよね。で、敏郎。で、稲妻。よし。これもうお相手インスタントやソーサリー使うたびに絶望将来打てますからね。終わった。消えゆく希望。はあ、やってらんねえ。どうせ絶望将来だろ。はあ、やってらんねえ。畜生、マジか。くっそなんか完全に同じデッキで、なんかこれもう、負けるのが悔しいもんな、これ。これで負けるのマジでちょっと納得いかないというか、悔しいな。絶望将来ここでもう一回撃たれたらもうマジで、投了だわ。お、大丈夫だった。よっしゃ。いけ。ダメだった。いや、でもまだいける。まだ俺はいける。2枚引いてくれ。頼む。ダメだー。くっそ。これは、もう負けですね。投了しましょう。対戦ありがとうございました。はい。ということで、こちらが高校でこの手札。こっちが引ければいいけど。まあ、引けるっしょ、高校だし。キープでいきたいと思います。お相手、フェニックスのヒナが出てきました。なるほど。お、こっちは引けましたね。ただそこへの引き込みがな、マイナ1修正なのがちょっと弱すぎるな。ただフェニックスのヒナしか出てないので、まあ、そこへの引き込みでも良さそうですが、これはかなりしんどいな。お相手増員された浪人がさらにもう一回。できれば、なんだっけ、悪意あるなんとかが来てるといいんですね。火遊び。完全にこれやばいな。やってんな、お相手。で、1枚が一番上。うわ、これ次のカードやばそうだ。困った。お、敏郎の生涯。じゃあ、敏郎、君に決めた。あ、鏡割りの偶話でもよかったか。いや、いいでしょう。敏郎で、
2点のライフ。よし。これで延命しよう。これで延命するしかない。マジで。熊野と活火山の退治。で、増員された浪人かな。なるほど。これ次土地引けないと、そこへの引き込みができないな。って考えたら、鏡割りの偶話の方が良かった。いや、まあ大丈夫。よっしゃいけたぜ。2点のライフ。もちろんこれは2点のライフですよ。で、嵐削りの海岸で、なんかもったいないけど、そこへの引き込み。これで全員マイナ1です。火遊び。火遊びね。よくないよ、それは。さあ、こちら残り6点です。かなりやばい。支部の壊滅者。33。やばい。悪意ある機能不全。今か。今じゃないんだよな。まあでも稲妻の一撃打たないと負けるからな。稲妻の一撃。いや、完全の反復で稲妻の一撃に2体取れるのか。それでいこう。それしかない。で、多分増員された浪人も出して全員でフルアタックしてくると思うんだ、俺は。違うかな。フェニックスのヒナまで出てきた。はい。で、全員でフルアタック。そうしましたら、こちらは完全の反復で、稲妻の一撃を使って、支部の壊滅者と、増員された浪人かな。で、いやー、ギリギリだな。で、小四郎の記録で、熊野を除去。これでこちらは1点しかダメージ受けてません。んで、ここで、悪意ある機能不全。悪意ある機能不全かな。そこへの引き込みかな。とりあえず、小四郎は残しといた方がいいな。悪意ある機能不全。そこへの引き込みかな。いや、悪意ある機能不全だな。はい。これでターンを、間違えた。攻撃しない。で、ターン終了です。相手もまあ手札残り2枚ですからね。くそ、墓地の門番。それは良くないな。完全の反復じゃない。多分。追放するの。あれ何追放した？インスタント。インスタントか。で、なるほど。そしたら、ここは、そこへの引き込みですね。そこへの引き込み。はい。これで攻撃せずにターン終了。なんかやばいな。まあでもフェニックスのヒナもう3体見えてるから、多分来ないと思うんだ。ただ火遊びが来る可能性は全然あるな。増員された浪人でカード1枚引く。火遊び引かれたら終わる。ターンをもらう。よし。鏡槍の偶話。で、そうだな。なんか、速攻クリーチャー2体出てくるとやばいんで、攻撃せずにターン終了。無謀な嵐探し。なるほどね。無謀な嵐探しが、3-3になって殴ってくるのかな。殴ってこない。じゃあ、ターンもらいます。ここですが、沼と感電の反復。2枚を捨てます。マジか。これやばいな。ザンダーの拠出はあれだな。スランの門も出さなくていいな。攻撃せずにターン終了です。そうだった。夜になるんだった。忘れてた。終わったかな。でも一応ダブブロすれば。ダブルブロック。危ねえ。トランプル、夜になるの忘れてた。でもこれ、よかった。除去されなかった。よし。ギリギリ。で、ザンダーの拠出でサイクリング。
鏡槍の偶話か。星郎の生涯。いいぞ。じゃあ、星郎の生涯を出して、これで2点回復。稲妻の一撃、稲妻の一撃、終わったー。対戦ありがとうございました。くっそー。マジか。ギリギリ勝てなかった。はい。というわけで、こちらが先行でこの手札。先行でこの手札はちょっときついか？きつい気がするな。でも悪意ある機能不全引けてるのはいいな。ただ土地が、でも大勝ちも引けてるしな。ただ土地が引けないと突然終わるな。マリガンするか。結局土地引けないんか。そしたら家の焼き払いを戻すか。もうさすがにね、ダブ風呂するより、ダブ風呂じゃないや、ダブマリするよりはもうこれでいった方がいい。さあ、血だまりの洞窟ですね。こちらは憑依された峰を出してターン終了です。お相手、鬼流の金床。なるほど。ちょっと嫌だな。ナンパ戦の湿地を出して、ターン終了ですね。まあ、これ関連の反復とかな、総合化とか、こんな序盤に引けててもしょうがないんだよな。ただ、お相手も結構手札事故ってますね。よっしゃ。鏡槍の偶話。お前の力を見せつけろ。よし。これで次、関連の反復2枚捨てて、まあ2枚ドローっていう感じで動けば、なんとか間に合いそう。よかった。さあ、お相手ですが、電圧のうねりでゴブリンシャーマンを除去。完全にアーティファクトデッキだな。まあ、ただ、食肉鍵がもうなくなったんで、まあ、めちゃくちゃなんかこう、打点が出るというか、一気にライフ削られるみたいなことは、以前と比べるとだいぶなくなったかなという感じですね。で、一応そこへの引き込みがいつでもマイナ4で打てるんで、まあまあ、そういう意味ではちょっと安心感がある。そしたら関連の反復2枚捨てますか。はい。あんまいらないな。とりあえずターンを渡していきましょう。まあでも、関連の反復稲妻の一撃が打てるのは結構美味しいかもしれない。さあ、お相手ですが沼、そして反逆のるつぼ双剣山。なるほど。まあ、これは稲妻の一撃使う必要はないですね。さて。お相手はアタック。まあ、これは受けましょう。で、こちらのターン。鏡槍の偶話か。じゃあ、鏡割りの偶話使いましょう。はい。これで、ゴブリンシャーマン。そして、お相手のターンですね。さて、お相手は冥府の掌握か。まあ、冥府の掌握はしょうがないですね。受けましょう。で、お相手は特に動かずかな。動いてきた。これは、一応ブロックしますか。はい。で、ターンをもらいます。山か。今いらないな。じゃあ、総合化と山を捨てます。で、2枚ドロー。家の焼き払い。家の焼き払いも今別にいらないな。とりあえず殴っておいて、それで終わりでいいかな。家の焼き払いでデビル出してもいいけどね。とりあえずアタック。これで、まあ、せっかくだし、家の焼き払い使っておく？まあ、そこへの引き込みもあるしね、と思ったけど、でもちょっともったいない気がするよな。これで家の焼き払い使える？使えるね。2回家の焼き払い使えるんだ。それは美味しいかもな。やっちゃおう。ちょっとこのまま待ってても、なんかどうしようもない気がするんで。これでデビルトークンを6体。っていうかアタックの前にやればよかったじゃん。でもそっか。ゴブリンシャーマンがね、アタックしないと宝物が出せなかったから。まあ仕方ないです。ということで、こちらは6体のデビルが出ました。まあまあ、これだけでもかなりね、相手からしたら嫌な数です。で、お相手はソリン。
なるほど。で、吸血鬼が出てきて、で、動かずにターン終了。そしたら、こちらは、用意された峰を出して、稲妻の一撃を打って、これで、ソリンに全員でアタックする必要はないな。冥府の掌握か。まあまあ、いいでしょう。はい。で、これで、ゴブリンシャーマンとデビル2体でアタックして、残りのデビルは4体顔面アタック。これでいきましょう。さて、お相手は顔面を殴ってるデビルを1体ブロック。おお、なるほど。これで、このままアタックを通して、で、笑わずのソリンに1点。これですね。はい。これでターン終了です。で、まあ、次のターンに、7点ダメージ与えられるんで、おー、フロリアン。なるほど。まあ、これ全員でアタックすると、5点ダメージが入って、そこへの引き込みで5点ダメージ与えられるんで、それでいいかな。ということで、全員でアタックします。さて、で、ゴブリンシャーマンをブロック。よし。で、5体のデビルトークンでアタックしまして、ここで、そこへの引き込み。これでゴブリンシャーマンじゃないや。デビルトークンで1点を相手の顔面に合計5回飛ばせば、リーサルですね。はい。はい。よし。ということで、対戦ありがとうございました。はい。ということで、実際の対戦ご覧いただいたかと思うのですが、いかがでしたでしょうか？まあ、使ってみると意外と強いなという感じのデッキではありました。ちなみに、前回のですね、デッキ紹介動画で、負け試合も載せてくれてると本当の意味で参考になりますみたいなコメントだったりですとか、あとツイッターでもですね、似たようなご意見いただきましたので、今回は、ノーカットで、負け試合も含めて収録してみました。まあ、これは結構面白コンボを搭載したネタデッキを紹介するタイプの、まあ、配信者あるあるだと思うんですけど、勝ってる試合の時は、まあ自分たちのコンボがね、綺麗に決まってエンタメ的に面白い動画になるんですけど、なんか負けてる時はただ殴られてるだけで、結構エンタメとして面白くないなーって思って結構カットすることが多くて、なんか全然、その勝率をよく見せようとか、そういうつもりでこう負け試合をカットしてたわけではないんですが、まあ意外と皆さんそのエンタメとしてというより、普通にやっぱり僕と同じようにですね、なんか意外と多分プラチナとかダイヤ帯ぐらいまでは目指せる、まあ、いわゆるマジック・ザ・ギャザリングを今やってるなって実感できるような面白いコンボデッキっていうのを探してる方が多いのかなと思ったので、まあ今後はですね、ちょっとつまらない負け方をした、まあ要は、シンプルに環境デッキにただ殴られて負けました。みたいなデッキ、対戦についても、まあ、できるだけカットせずに、使っていこうかなと思ってます。まあ、さすがにね、ちょっと1試合目だけは、ちょっとコンボが気持ちよく決まった対戦動画に多分毎回操作して、やると思うんですけど、まあ、2試合目以降は、あんまりこう取り繕うことなく、普通にこう対戦動画をただ、こう、ベーって貼ってくみたいな感じの動画の作りでも、なんか結構皆さん喜んでくれるんだなっていうのが分かったので、そうしていきたいと思います。なんか逆にもっとこんな風な動画にしてほしいとかっていうような要望とかありましたら、ぜひぜひコメント欄とかツイッターでまあリプライで絡んでいただいたりとか、なんかそういうことをしていただけると嬉しいなと思います。ということで、本日の動画は以上となります。今日の動画が面白かったよとか参考になったよっていう方はですね、めちゃくちゃ励みになるので、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。また、どうしてもですね、仕事をしながらのデッキ紹介動画の投稿になっているので、いつ投稿できるかっていうのが結構不定期更新になってしまっています。
次にいつ更新しますっていうのは、Twitter で告知していたりもするので、よろしければぜひ Twitter の方もフォローしていただけると嬉しいです。ということで、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。